上達する前に絵を描くことを諦めてしまう人が少なくないのはなぜでしょうか。初心者の頃によくある失敗は、最初の目標を高すぎるところに設定してしまうことです。絵を描く力、いわゆる画力を確実につけていくために大切なことは、自分のレベルに合った適切な課題に取り組んでいくことです。今回は練習期間約1ヶ月で初心者を脱して、絵の初級者を目指す5ステップの練習方法について解説します。5つのステップから自分のレベルに合った課題を選んで順番にクリアすれば、短期間でも着実に画力を伸ばすことができるでしょう。ぜひこの動画を参考に絵を描く力を育ててみてください。このチャンネルでは、ちょっとした知識やコツで絵を描く力を伸ばす方法について解説しています。まず今回の主題、絵の初心者を脱して初級者を目指す5段階の練習ステップがこちらです。仮に、ここでいう初級者とは、絵を描くための基礎的な技術や知識の習得が終わり、簡単な形状のものなら問題なくラフで形が取れるレベルとします。絵を描くという場合、多くの人が描きたいと思うのは人やキャラクターだと思うので、今回の5ステップでは人を描く基礎となる、人の素体がラフで描けるところまでを目指します。風景やメカなどいろいろなものを描く時の基礎ともなる幅広い練習方法なので、人以外を描きたいという人にも参考になる内容だと思います。さらに以前の動画で、どれくらいの期間練習したらいいですか？という練習時間に関するコメントをいくつかいただきました。なので、今回の動画では、各ステップで練習する目安の期間についても例示します。各ステップは超初心者向けから始まるレベル別になっていますので、自分はもうできるというステップについては飛ばしてもらって OK です。それでは、ステップ1から順に始めていきましょう。ステップ1は、描くことに慣れる段階です。これまでほとんど絵を描いたことがないという人は、絵を描くということに頭も体も慣れていません。これを慣らして、描く習慣をつけていくのが最初のステップの目標です。絵を描きたいとなるきっかけは、イケメンや可愛い女の子を描いてみたいとなった時が多いと思いますが、いきなりこういったものを描くのはおすすめしません。これは初心者が挑むには高すぎる目標です。いきなりここに手を出すと、理想と現実のギャップに打ちのめされてしまうことになります。練習の息抜きに好きな絵を描くのは良いですが、自分にはまだちょっと早い、ということを自覚しておきましょう。この超初心者ステップで描くべきものは線です。A4 サイズくらいの紙を用意して、鉛筆で直線や曲線を描いてみましょう。デジタルはおすすめしません。紙と鉛筆で絵を描く感覚を体で覚えていきましょう。特に直線は紙と鉛筆の適度な摩擦がある方が描きやすいと思います。この時に注意するのは手首だけで描かず、腕全体を動かして描く意識を持つことです。手首だけで描いている間は上手くなりません。これから角線の形を頭の中でイメージして、肩から腕全体を使ってアウトプットします。この練習で頭と腕を絵を描くことに慣れさせていきます。多少歪んでも良いので、10センチくらいの線で一気に引けるようになったら、次のステップに進みましょう。目安の練習期間は、1日5分から10分の練習時間として、2、3日程度でしょうか。ここでは1日5分で良いので毎日描く習慣をつけることが大切です。この直線や曲線を描く練習は、次のステップに進んでも続けてやってみてください。次の円を描く練習をする前に線を描く練習も合わせて行う感じです。描き続けているとどんどん慣れて、次第に綺麗な線が引けるようになってきます。ステップ2は、絵を描く基礎力を作る段階です。ここでは円を描いてみます。円はこれからラフを描いていくのに必要な基本形の元となる形です。直径5センチくらいの大きさの円を描いてみましょう。円を描くことは、絵として形を描く初歩となります。大きな円が描きにくければ直径2、3センチくらいの小さな円から始めて、徐々に大きくしていきましょう。円を描くときも腕全体を使って描くことを忘れないようにしてください。多少歪んでも大丈夫です。歪んでいるなと気づいたときは間違ったところを消すのではなく、上からぐるぐると円を重ねて描いて、形を整えましょう。絵を直すときは間違ったところを消してしまうのではなく、上から線を重ねて修正した方が形を見る目の力が鍛えられます。重ね書きで円を描いて、あなたが円に見えると思えるものが描けたらこのステップは完了です。実際にはまだ歪んでいるかもしれませんが、構いません。円はこの後のステップでもたくさん描くので、その時に少しずつ描けるようになっていけば OK です。円を描く練習期間の2、3日くらいで大丈夫です。ある程度描けるようになったら、とっとと次のステップへ進みましょう。重ね書きで円が描けるようになったら、もう初心者レベルは脱したと言って良いでしょう。ステップ3は、立体を描く力を育てる段階です。初級者の入り口に立ったレベルです。このステップから、いよいよ本格的に絵を描きます。前のステップで描いた円を使って球や円柱などの立体を描いていきます。このステップで重要なのは、補助線を描く癖をつけることです。綺麗に絵を描こうという幻想はここで捨て去りましょう。たくさん補助線を描いて絵を汚しながら正しい形を作っていきます。まずは球です。円を描いて、立体的な球体に見えるように何本か補助線を引きます。
9の赤道と縦の経線となる補助線を引いて、9に見えるように書いてみましょう。これは、今までのステップに比べると格段に難しい課題です。ボールなど、手近な球体を手に取って観察しながら書くのも良いでしょう。9が書けるようになったら、次は円柱を書いてみましょう。円柱の元になる形も円です。円を書いて両端から奥行きとなる線を伸ばして、その先にまた円を書けば円柱の完成です。円柱を正確に書こうと思うとパースの知識が必要になりますが、ラフに使う円柱はそこまで正確でなくても大丈夫です。ただ、円柱が奥行きを持つ場合は、その奥行きをしっかり意識して書くことが大切です。紙という平面の中に立体をイメージする力を養うことができます。円柱は腕や足、指など人体の円柱状のラフを取るときに使う基本形です。円柱が書けるようになったら、次は不定形な塊を書く練習です。円を潰した楕円などから立体を書いてみましょう。書く形は様々です。いろいろな形を平面の状態から補助線を引くことで立体にしていきます。ここでは形が持つ立体を頭の中でイメージしながら補助線を引くことが大切です。イメージしにくければお手本を用意してもいいでしょう。リンゴやバナナなどのフルーツなどがお手本として良いかもしれません。リンゴのアウトラインを取って補助線で立体を表現してみましょう。もちろん歪んでいても OK です。立体を描くんだという意識を持つことが重要です。このステップも球や円柱、不定形な塊がある程度描けるようになれば完了です。この後も立体を描く練習を続けることで、徐々に立体的に形を捉えられるようになってきます。球や円柱、不定形な塊を描く練習は難しいので、1週間くらいかけてじっくり取り組みましょう。球2日、円柱2日、塊3日くらいが目安でしょうか。ステップ4は、形を作る基礎の習得段階です。この段階から単純な形を描くだけでなく、基本形を組み合わせて描くものの形を作り、そこに必要な知識の要素を加えるという作業をします。途端に難しくなった感じがすると思いますが、大丈夫です。このステップでは基本形と知識を複合させて、ラフを描く方法の要点のみを簡単に説明します。例として人の頭部を描いてみましょう。人の頭部の形を簡単に捉えれば、頭部の本体である球と、顎にあたる不定形な塊が組み合わさった形です。これで頭部の形はおおよそ取れますが、それだけでは不十分です。ここに絵を描くときに重要な要素となる知識を加えます。頭部を描くのに必要な知識は頭部の基本的な比率と、目や鼻といったパーツの配置を知ることです。今回は基本形で頭の形を作ったところに、目の位置を書き込んでみましょう。人体には万人にある程度共通する体の比率やバランスというものが存在し、目の位置も大体決まっています。大人の成人男性の場合、目の位置は頭部の真ん中あたりに来ます。ラフに目を書き込んでおきましょう。年齢や性別によっては、真ん中より下に位置することはありますが、上になることはありません。目の位置が上に位置しすぎると、モアイのような人間離れした顔になってしまいます。こういった比率やバランスを一つずつ覚えておいて、ラフを描くときに当てはめていくわけです。目以外の鼻や口といったパーツの位置やバランスについては、こちらの動画でより詳しく解説していますので、よければ見てみてください。頭部のラフを描くこのステップは、頭の形を取る練習から、比率やバランスを覚えるところまでで約1週間というところでしょうか。頭部のラフをたくさん描きながら、基本的な比率やバランスを確実に覚え込んでおきましょう。ステップ5、最後のステップです。基本形と知識を組み合わせて書く段階となります。これができれば絵の初級者の上位レベル、中級者はすぐそこです。課題として人の素体のラフを描いてみましょう。球や円柱、不定形な塊などの基本形を組み合わせて人の形を作っていきます。この人の形を作るときに、人体の決まった比率やバランスという知識も当てはめながら描いていくことが大切です。人体の比率の知識は人の形を大きく間違えて描かないようにする定規の役目を果たしてくれます。今回は3つの人体比率を覚えておきましょう。まず覚えておくべき人体比率は全身の上半身と下半身の比率です。人の全身は股下を真ん中として腰から上が1、足から下が1という比率になります。この比率を覚えておくと、変に胴体が長かったり、足が長かったりする奇妙なバランスの人体を描くことを避けられます。上半身と下半身が1対1となる比率は、個人差や人種などによって変わってはくるのですが、漫画やアニメのキャラクターはこの比率でデザインされることが多いので、一つの基本形として覚えておくと良いでしょう。二つ目の覚えておくと良い人体比率は足の比率です。足は股下から膝下までが1、膝下から足の裏までが1という比率になります。足の長さや太さには個人差がありますが、この比率は変わりません。三つ目の人体比率は腕の長さの目安です。人が立った状態で腕を下に下ろすと手首は股下あたりで揃います。人種によっては手の甲付近になることもありますが、人体の基本形として、手首は股下あたりで揃うと覚えておくと良いでしょう。この比率は人を描いた時に腕が短かったり、
長かったりする事故を防いでくれます。人体比率は他にもたくさんあるのですが、まずはこの3つを覚えておきましょう。この3つを知っているだけで、ある程度バランスの良い人体が描けるようになります。基本の人体比率を抑えたら、それを踏まえて基本形を組み合わせて人体のラフを描いてみましょう。最初は角度やポーズをつけずに、正面から見た人体を、バランスや比率を確認しながら描いてみるのが良いでしょう。顔のパーツや服などの細部は描く必要はありません。ラフの素体として人体を描き上げていきます。人体の全身ラフを描くときは腰から描き始めるのがおすすめです。理由は人体のほぼ真ん中にあるパーツが腰なので、キャンバスに対するレイアウトがしやすいという点にあります。頭から描き始めて、足先が入りきらなかった経験がある人もいるのではないでしょうか。腰から描き始めてラフを取れば、どんなポーズでも確実にキャンバス内に収めることができます。人の素体をラフで描く練習期間の目安は1週間です。3つの人体比率を当てはめながら、基本形を組み合わせて正面から見た人のラフが描けるようになれば、最終ステップの目標も達成です。これで1ヶ月で初級者を目指す5ステップの練習は完了です。練習期間については人それぞれだと思いますので、あくまで目安として自分の進捗に合わせて、短くしたり、長くしたりしてみてください。とにもかくにも1ヶ月、人によっては数週間単位で、書くことを継続できたことはすごいです。画力を上げる一番大切なコツは書き続けることです。ぜひこの後も1日5分でも良いので書き続けてください。また、前半ステップでやった線や円を書く練習は、絵を描き始める前に、手首や肩をほぐすウォーミングアップとしても効果的です。今後の練習でラフを描く前などに取り入れてみてください。線や円を描くだけの練習はあまり楽しいものではないので、他のものを描くついでにやるというのでも良いでしょう。人の素体をポーズや角度を変えて描くことができるようになれば、人を描くことにおいては中級者レベルに入ったと言っても良いでしょう。あとは素体に目や鼻、髪や服など、細部のディテールを書き込んで絵として完成させていきます。ただし、知識やコツを学ぶことで到達できるのは中級者までかと思います。ここからさらに上のレベルへと進んでいくには、個人の才能やセンスが大きく問われることになります。そこは中級と違って努力や学習だけで進める領域ではありません。とはいえ、中級は人でもメカでも背景でも、書こうと思ったものは、何でも問題なく書けるというレベルに達していますので、十分に絵を描くことを仕事にできるレベルでしょう。まずは人の素体をラフで描けるところを目標に、絵の初級者を目指してみてください。そうすれば、自然と中級者までの道筋が見えてきます。それでは今回の動画は以上です。最近は完全に不定期更新になっていますが、チャンネル登録して次回の動画を待っていただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。いや、後だろ。